とドライブしている 911S はこの前ワインディングでもご紹介した1974年式の S モデルなんですけど、 2.7 リッターのクレーフラット6を搭載して、とってもクラシカルな雰囲気たっぷりの911です。ワインディングでも感じたんですけど、とにかく軽いんですよね。ほんとね、靴で例えたら結構しっかりしたブーツからスリッパに履き替えたぐらい、本当にねウェイトを感じさせないんですよね。エンジンも決してパワフルではないのに、本当にアクセルをねそんなに上げてないのにスタートダッシュは素晴らしいんですよね。ワインディングではほとんど単独で走っていたんで気がつかなかったんですけれど、こうしてね街中で走らせてみると、この周りの車の動きと比べてすごく軽快感があるんですね。僕のマイカーの1971年式の 91T と車重が10キロしか変わらないんですよ。たったね1トン60キロしかないっていう、このね1トンくらいまでがなんか一番心地いいウェイトなのかもしれないです。でウェイトだけではなくて、このボディの全幅も 1610mm という、通称ナローボディって言われてますけれど、このねタイトさ、ギュッと引き締まったサイズ感がやっぱりクラシック911ならではですよね。スポーツカーはねできるだけコンパクトでライトウェイトが望ましいんで、そういった意味ではこの1974年式の 911S はその要件を全て満たしていると思います。アイドリングは約1000回転ぐらいを維持しているんですけれど、そこからアクセルを全く開けずにそーっとクラッチをつないであげると、スルスルスルって簡単に車が転がっていくっていう感じでスタートすることができます。この感触もトルクがすごく豊かなクーレーフラット6ならではの感じだと思います。1974年のデリバリー以降フルオリジナルを保っているこの 911S なんですけど、ランパーもトーションバーもオリジナルなんで、このねポルシェのオリジナルっていうセットアップっていうのはおそらく万人向けなんですけど、でも当時の日本の道路事情に合わせたんではなく、やはりドイツ本国の道路事情に合わせたセットアップがなされていると思うんで、ドイツってすごく路面がいいんですよね。舗装がしっかりしていて、意外とデコボコした道もなくて、そういったね中でもね、軽自動のマネジメントってすごく優秀だと思います。何が優秀かっていうと、とにかく扱いやすいんですよね。アイドリング付近からレブリミット付近まできっちりと息つくことなくパワーを伝えてくれるんで、エンジンのスペックがすごく良かったとしても、やはりそういったマネジメント関係が味付けになりますから、そういった部分でもこの軽ジェトロのマネジメントシステムは全く癖がなくて、それでいてしっかりとパワフルでスポーティーさも十分味わえる素晴らしいシステムだと思います。どうしてもレスポンスだけね求めるとキャブレターの方がより鋭くて
ハイスピードで走らせるにはすごく合っていると思いますけど、こういった普段使いをするシチュエーションだとやはりこのボッシュが開発した軽ジェトロのマネジメントシステムの恩恵はとってもあると思います。こうやってゆったりとしたスピードで走らせていても、後ろから心地いいクーレイフラット6サウンドも聞こえてきますし、そして何よりね、このインテリアのデザインが本当に素晴らしいですよね。いつも見慣れたコックピットデザインですけど、かなり長く911と付き合ってますけれど、全く飽きが来なく、そしてこの車に関してはね、シートがビニールレザーとファブリックのツートンカラーになっていて、このねデザインっていうか、このシートの背もたれの部分ですけど、ここにこのデザインの布をね持ってくるっていうセンスの良さ、そして今日ドライブしているこの 911S のボディカラーはライトイエローっていう専用色なんですけれども、今でいうパステル色になるんですかね。この色も明るくて、でもそんなに強く主張しないっていう絶妙なさじ加減のカラーリングで、そしてこの911のね愛らしいデザインにすごくマッチしているんで、新しいデザインの車と比べて主張する強さがないんですよね。なのにとっても目立つっていうね、面白いですよね。この1974年からタイプ930になりましたけど、74年から89年まで生産された930モデルにはパワーステアリングもないし ABS もついていないっていうすごくシンプルな作りなんですけれども、このシンプルさが決してね運転しづらさにはつながっていなくて、むしろドライバーの間違った運転を正してくれるっていう運転養成技術みたいな車だと思っています。それはやはり無理にステアリングを切ろうと思うと、ステアリングから伝わる重さで操作の間違いを伝えてくれますし、コーナーで頑張りすぎてしまってアンダーステアを出すと、それまですごく重かったステアリングが軽さを伝えてくれるんで、そういった意味でもステアリングインフォメーションっていうね、ドライバーにとってすごく大切な部分がダイレクトに伝わってくるんです。それとノン ABS のブレーキも ABS がないっていうね、部分はやはりドライビング初心者にとってはちょっと怖い面もあるかもしれないですけれど、この時代のブレーキっていうのは当然タイヤのグリップも低い時代でしたから、限界点がつかみやすいんですよね。で早く限界に達してくれるんで、ある意味たとえフロントタイヤがロックしてしまっても、人間の足によって ABS の効果、つまりロックアップしてしまっても少しだけリリースしてあげて、またグリップを回復してっていう、本来 ABS が補っている機能を人間の足でコントロールするっていう、そういったねことが要求されるんです。でこれがやっぱりドライビングの醍醐味だと思うんですよね。何でも車がやってくれるっていうのはありがたいし安全なんですけど、じゃあ本当に運転する楽しみがそこに生まれてるのかっていうと、楽しいっていうよりは車に乗せられちゃってるっていう部分が大きいのかなって思います。そういう意味ではクラシック911は全て人間がコントロールしてあげなきゃいけないんで、仮にこうしてね今街中を50キロぐらいでゆったりと走らせていても、運転したっていう満足感はすごく高いと思います。ちょっとしたシフトアップダウンも一つのドラマみたいなね、
回転で235ニュートン発揮するトルクの特性なんですけど、3000回転もね回ってれば十分力強い加速をしてくれますね。都内は片側車線が駐車車両で塞がれていることが多いんで、2車線の道もほぼ1車線みたいな感覚で走らなきゃいけないんですけど、この911に関してはやっぱりこのタイトな前幅のおかげでね、スイスイと縫って走れるような感覚がありますね。いやでもね、本当に走らせてて気持ちいい車ですね。このね、右足のちょっとした動きに、いわゆるアクセル回路に対してスッてね反応してくれるこの心地よさでね、そんなに強く踏んであげなくてもスッと車速が落ちるっていうこの感覚がね、やっぱりこれは運転していただかないとなかなか表現しづらいところなんですけど、この気持ちよさなんだろう。よく911はオートバイっぽいねっていう風に言われてると思いますけど、まさにそんな感覚ですね。オートバイは当然タイヤも2つしかないし、車重も軽くてすごくハイレスポンスですよね。そんなねオートバイのテイストにかなり近い車だと思います。